助けて。深夜に私が入院している病院へ来た娘。突然看護師に起こされ、何事かと思ったが、そこには家にいるはずの娘の姿が。私が駆け寄ると、娘は震えていて、顔色もすごく悪い。こんな時間に一人でどうしたの？まさか家からここまで歩いてきたの？看護師が温かいミルクをくれ、娘が落ち着くのを待ち、私は尋ねた。パパはどうしたの？娘が涙目になりながら話す内容を聞いて、私は絶句した。私の名前はカナ、38歳。もともと夫と同じ公務員だったが、子供が生まれたのを機に退職。小学5年生になる子供の夏休みが終わってから、週3日、近所のスーパーでレジ打ちのパートを始めた。夫の名前は聖也、40歳。公務員で係長。年齢の割には出世が早く、役所内でも仕事ができる人だと評価が高い。私と夫の出会いは職場で、2年後輩の私は夫に憧れていた。夫も自分を慕ってくれる私のことが気になるようになり、夫から告白をしてくれた。それから1年後に結婚してすぐに娘を授かった。娘の名前はレイカ、10歳。完全にママっ子で、まだまだ甘えん坊だ。娘がママっ子なのには理由があり、それは夫の娘に対するしつけ方法だった。夫は娘を幼い頃からしつけと称して家から追い出し、玄関に立たせることがあったのだ。しかもその理由は些細なことでコップを倒してお茶をこぼしたからとか、おもちゃを一つ片付け忘れていたからとか、その程度のことだった。私は最初、夫のこの行動に驚き、理由を聞くが、夫はまるで悪気のない態度。悪いことをしたら追い出されるのは当然だとまで言われた。交際時から今までずっとそんなことをするような人には見えなかった私は不安になり、義両親に相談した。カナさん、すまない。え？義両親曰く、夫がそうするのは義父が夫の幼少時代に同じ方法でしつけをしていたからだとのこと。昔、義両親もそのことでよく喧嘩になっていたらしい。まさか今になって自分のしたことが娘に影響を及ぼすなんて思ってもみなかったと義父はとても申し訳なさそうにしていた。夫の事情は理解したが、理由はどうであれ、夫がしていることは娘にとっていいことだとは思わない。義両親の家から帰った後、私は夫と話し合い、これからは娘を追い出し、玄関に立たせることはしないと約束してくれた。私はこれでもう大丈夫だと安心した。しかし、それは考え違いで、私がパートに出るようになってから、また夫の悪い癖が出てくるようになっていたのだ。それに気づいたのは12月に初雪が降った日のこと。パートが終わり、私がロッカーで着替えていると、今から出勤のパート仲間がものすごい勢いで走ってきた。訳を聞くと自転車だったので一瞬しか見えなかったが、そのパート仲間が出勤中、私の家の前を通ると、娘が玄関の外に立たされていたというのだ。まさかとは思ったが、大慌てで家に帰ると、その人の言う通り娘が玄関の外に立たされていた。しかも、玄関の鍵はかかっていて、中に入ることもできない。どうしてお外にいるの？ママ、お帰りなさい。急いで鍵を開け、娘と一緒に部屋に入ると、暖房の効いた部屋で寝ている夫がいた。あなた、何考えているの？大声に驚き、飛び起きた夫は私の顔を見て、
気まずそうな顔をした。こんな寒い中、外に追い出すなんてどういうつもり？仕方ないだろ。これも麗華のためを思ってしているんだ。何が麗華のためよ。風邪でもひいたらどうするの？うるさいな。麗華が悪いことをしたからしつけだよ。麗華が何をしたっていうの？第一、あなた、もう追い出したりしないって約束したじゃない。そんな約束した覚えはない。これは俺と麗華のことだ。いちいち口出しするな。気分が悪い。出てくる。その日、夫は帰ってこなかった。夫が出て行った後、娘に話を聞いたら、私のいない時は何かにつけて家から追い出されていたらしい。しかも、私の帰ってくる前には家に入れており、口止めまでされていたが、今日はたまたま夫が寝てしまい、私が帰るまでずっと外にいたと話してくれた。追い出された理由も些細なことばかりで、つい最近は娘が夫の服はいい匂いがすると言っただけで追い出されたらしい。夫の悪行はそれだけでなく、休みの日に私がパートに行くと、夫も仕事に行くと言い、娘一人で過ごすことも多かったそうだ。もちろん、私は休日出勤なんて聞いていないし、夫の仕事は休日出勤をするようなものでもないはずだ。この一件以来、私は夫と娘を二人にするのが怖くなった。夫の娘をしつけと称して追い出す癖は全く治っておらず、家の外に追い出すなんてむしろ悪化しているようにさえ感じた。私はこの後すぐにパートを辞め、二度と同じことがないようにずっと家にいるよう心がけた。だが、夫はそれが気に食わなかったらしく、それでもまた言い争いになった。お前、どうして勝手にパートを辞めたんだよ。どうしてって、あなたが麗華にひどい仕打ちをするからじゃない。またその話か。だいたい、お前たちは俺の稼ぎで食わせてやっているんだぞ。自分の食費も稼げないようなお前が偉そうなこと言うな。なんですって？あなただって最近、係長だからお金が必要だとか言ってたくさん使っているじゃない。しかも、この前は身なりが大切だとか言って、仕事とは関係ない何十万もするスニーカーを買っていたわよね。一度も履いたところを見たことないけど、あれが係長とどういう関係があるのよ。うるさいな。俺の稼いだお金を俺がどう使ったって自由だろ。金食い虫のくせに俺に意見するな。誰のせいで私がパートを辞めたのか、夫は全く分かっていないようだ。度重なる口論に夫婦仲は完全に冷め、離婚の二文字が頭をよぎるようになっていた。それでもパートを辞めてからは夫が娘を追い出すことはなく、夫の帰りも遅いので娘と関わることもあまりない。たまに関わったとしてもごく普通で、娘も夫を避けたり嫌ったりする様子はなかった。普段がそんな感じなので、私もなかなか踏ん切りがつかず、夫との今後について結論が出せないまま2週間が経とうとしていたある日、最悪な出来事が起きた。その日、娘が学校で私がスーパーへ行っている時のこと。私は自転車との接触事故で手首を捻挫し、頭も打ったため検査入院をすることになった。家を空けたくない私は検査入院を断ろうとしたが、先方がどうしてもというので仕方なく入院。入院は4、5日だったので、夫に電話すると仕事を早退し、すぐに着替えを持ってきてくれた。それだけではない。夫は私の好きなスイーツまで買ってきてくれたのだ。完治するまでちゃんと入院するんだぞ。と、久しぶりに優しい言葉をかけてくれた。ありがとう。それから、麗華のことなんだけど。大丈夫。心配するな。俺がきちんと面倒を見るから。
その言葉が涙が出そうになるくらい嬉しかったし、私が入院して心配しているのか、一生懸命尽くしてくれている感じがした。夫のおかげで入院することに何の不安もなくなった。だが、その考えは甘く、見事に覆された。検査も無事に済み、あとは退院を待つだけの入院3日目の深夜。看護師が私を呼びに来た。こんな夜中に何があるんだろうと寝ぼけながら看護師についていくと、そこには震える娘の姿があった。レイカ？ママ、助けて。夜間で病院に入れないでいたのを看護師が見つけてくれ、保護してくれたそうだ。家から病院まで子供の足だと1時間はかかるはず。看護師が温かいミルクをくれ、娘が落ち着くのを待ち、私は尋ねた。こんな時間に一人でどうしたの？まさか家からここまで歩いてきたの？うん。パパはどうしたの？パパはね。ぽつりぽつりと娘が話し始めた。パパ、毎日お友達を連れてきていたの。お友達？うん、いい匂いの人。パパの服と同じ匂いがしたの。娘の話から推測すると、私の入院中、夫は毎日浮気女を連れ込んでいて、娘の世話を放置し、食事もまともに与えていなかったようだ。どうして今日は病院へ来たの？寂しくなったの？レイカがいい子に寝なかったから、パパが出て行けって。そっか、怖かったし、寒かったよね。でも、もう大丈夫だよ。私は胸が締め付けられる思いがした。そして、私が入院した時、夫が優しかったのは心配していたからではなく、実際は浮気女を家に連れ込めるから能天気になっているだけだったと分かった。私へ尽くしてくれていたと思っていたのに、娘へのひどい仕打ちと私への裏切り行為、絶対に許さない。ママ、お家に帰りたくない。パパ、怖いよ。泣きながら訴える娘を強く抱きしめると、娘の体がすごく熱く、明らかに熱がある。私は娘が眠るまで片時もそばを離れず、娘が寝た直後、義両親に連絡。大まかな事情を話すと、義両親はすぐに病院に駆けつけてくれ、義母に娘を任せ、私は病み上がりなので義父には家についてきてほしいと頼んだ。義両親はもちろんそれを承諾してくれ、私は義父の運転ですぐさま家に向かった。道中も娘のことを考えると怒りが収まらない。家に到着した私と義父は夫と浮気女に気づかれないように静かに家に入った。玄関には浮気女の靴と何十万もするスニーカー。夫は浮気女とのデートのためにこんなものを買っていたのか。頭に血が昇るのを抑え、二人がいるであろう寝室を開けると、案の定、交わっている最中だった。ふざけるな。私が手を出す前に、義父が夫の胸ぐらをつかみ、思いっきり突き飛ばした。親父、お前もどうしてここにいるんだよ。突然の出来事に、夫は完全に動揺している。ねえ、どういうつもり？どういうつもりって言われても。ごにょごにょと話す夫にイライラが募る。あなた、今レイカがどこにいるか知っているの？どこって、寝ているだろ？あなた、レイカが出て行ったのも気づかなかったの？レイカは今病院にいるのよ。私に助けを求めに、この寒い中、一人で来たの。どうして出て行けなんて言ったのよ。それは。
早く言わないと警察に突き出すわよ。私のすごい剣幕に夫がようやく白状し始めた。聞いてくれよ。あいつが悪いんだぞ。お前がいない間、ずっとママがいいってこねやがって。今日も早く寝ろって言ったのに、全然言うことを聞かない。こっちだってストレスが溜まっているんだよ。は？あなたのストレスが溜まる意味がわからない。今日だってこの女とこうやってしたいから早く寝かせようとしただけでしょ？あなた、父親失格ね。いや。それから食事もきちんと準備してあげていなかったらしいわね。自分の娘を放置して女と浮気なんて一体どういう神経しているの？説明できるなら今ここでしなさいよ。まくし立てる私に夫はぐうの音も出ない。そうそう、そこのあなた。あなたも絶対に許さないから。どうせこの人の帰りが遅かったり、休日出勤とか言っていたりしていたのもあなたと浮気するためでしょ？本当にくだらない。慰謝料をきちんと請求させてもらうから覚悟しておいて。浮気女は恐怖のあまり泣き出しそうになっていたが、娘が味わった恐怖に比べれば大したことではない。夫と浮気女は完全に観念し、これ以上争う気もなさそうだ。だが、私と義父の怒りは収まらない。カナさん、こいつは私が警察署に連れて行くよ。待ってくれよ。ちゃんと洗いざらい話したじゃないか。そういう問題じゃない。お前、自分がどれほどのことをしたか、きちんと反省しろ。元はといえば、親父が悪いんだぞ。親父が昔、俺を追い出したから。そうだな。私の育て方が悪かったな。だから今、お前をきちんと教育しないとな。カナさん、すまない。これは私の責任でもあるから、こいつは私が連れて行くよ。そう言って、半ば強引に夫は義父に連れて行かれ、私は浮気女を追い出し、娘が目覚める前に病院へ戻った。その後、夫はきちんと取り調べを受け、強要罪と保護責任者遺棄罪が適用され、懲役1年となった。娘への仕打ちを考えると短すぎるが、夫に罰が下って本当に良かったと思う。浮気女にも捨てられ、離婚届を突きつけられ、おまけに慰謝料と養育費まで請求される始末。慰謝料や養育費に関しては散々浮気女につぎ込んでいた上に、刑期中ということもあり、義父がとりあえず立て替えてくれた。元夫が刑期を終えたらきちんと返済させるから安心してくれと義父が言っていたので、元夫の人生は前途多難に違いない。もう一人、浮気女にも弁護士を通してきっちり慰謝料を請求した。浮気女はお金持ちの男を捕まえては貢がせていたそうで、元夫と浮気していた時も無職だったらしい。無職で慰謝料が払えるはずもなく、さすがに慰謝料を払ってくれる男もいない。浮気女はハローワークに通い、必死になって仕事を探しているそうだ。浮気女の生活はどうでもいいが、慰謝料だけは約束通り払ってほしい。そして私はといえば、病院へ戻ってすぐに勝手な行動をしたことを看護師に謝罪。日付が変わり、すでに退院日だったこともあり、看護師は私を叱るどころか温かく迎え入れてくれた。事情が事情だけに、看護師も叱ることはできなかったのだろう。退院後は一旦あの家に戻ったが、それからほどなくして、私と娘は学校の近くのアパートに引っ越しした。もともと
今まで私たちが住んでいた家は名義が義父で、義父がそれを売り払い、私たちにアパートを借りてくれたのだ。さらに、私は義父の計らいで、義父の知り合いの会社に正社員として採用してもらえることになった。義父は罪滅ぼしと言っていたが、私は感謝しかない。娘はというと、私たちが離婚して、最初は元気がなかったが、元夫のしたことが理解できない年ではない。娘なりにきちんと現実を受け止めているようだ。最近は学校帰りに私の勤めている会社へ来るのが日課で、社長や他の社員にも可愛がられ、今では元気に過ごしている。娘の笑顔を見ると、これでよかったんだと心から思える。みんなに見守られながら成長する娘と私のこれからはきっと明るいものになるだろう。